皆さんこんにちは。京都のゆうごです。今日は12月の21日土曜日です。時間がだいたい15時ぐらい。やっぱり土曜日なんでね、人通りはすごい多いですね。後ろが JR の駅で、この前の門が伏見稲荷なんですけど、 JR 乗ってね伏見稲荷来ると結構このほんまに駅のね目の前、 JR 稲荷駅の目の前が伏見稲荷なんで、そのまま伏見稲荷行っちゃいがちなんですけど、伏見稲荷のね中に入る前に、入る前でも後でもいいんですけど、伏見稲荷の近くもね結構にぎわってていいんですよ。っていうことでちょっと JR の駅から、そのね伏見稲荷周辺のにぎわってるところを一通り歩いて、そこから伏見稲荷に入っていきたいと思います。そうそう、結構この辺ね商店街っぽくなってて、こうやってお土産屋さんっていうかフィンガーフードのね、ちょっと京都らしくないフィンガーフードのお店があったりとか、有名なねお土産屋さんがあったりとか、ドラッグストアがあったりとかするんですよ。なのでちょっと伏見稲荷行って、結構ねそのまま JR 降りて伏見稲荷入って、で伏見稲荷出て JR でそのまま帰っちゃうみたいな人も結構多くて、結構周りにぎわってて面白いのにって思うんですけど、あんま知らない方もねいるんで、今日はこの辺をね映していきたいと思います。伏見稲荷といえばこの辺のお店ですよ。本当にこの参道って言ったらいいんですかね、後ろが京阪の伏見稲荷駅です。 JR か京阪かどっちで来る人が多いんかなっていろいろ考えてると、やっぱりね JR の方が京都駅から一本で来れるんで JR で来る人が多くて、そういう人たちにねこの京阪のね駅の周辺が結構にぎわってていい感じだよっていうのを知ってほしいので、今日はこんな感じで撮ってますけど、ちいかわ本舗、ここですよ、ここですよ。伏見稲荷といえばこの通りです。こうやって八つ橋のお店もあったり、こんな感じのねお土産屋さんがあったりします。で結構伏見稲荷に来るとすごい有名というかね、ちょっと文化のね違いを海外の方は感じるかもしれないんですけど、スズメの焼き鳥とか売ってるんですよね。スズメって本当鳥ですよ。小さな鳥、その小さな鳥の焼き鳥が売ってます。これを見て海外の方はね本当に驚かれるんですけど、大丈夫です、海外の方安心してください。日本人もあんまりスズメの焼き鳥食べません。本当にスズメの焼き鳥とかもう人生でこの辺りでしか見たことないですね。それぐらい日本の中でも食べられる場所が限られてるので、結構外国の方だけじゃなくて日本の方もスズメの焼き鳥を食べたりします。ほら、国産スズメうずら、結構このスズメとかこの小さい鳥のね焼き鳥が有名なんですよ、伏見稲荷は。でこんな感じのあんまり京都らしくない感じの
お店が最近増えてきまして、この辺は屋台がね出てます。ちょっとだからお祭り気分ですよね。台湾の夜市みたい。ちなみに今12月21日ですけど、年越しのね大晦日12月31日とか1月、23とか123とかね、そのあたりはこの辺だけじゃなくて、もうさっき通ってきた僕がね通ってきたJR から京阪までの道のりさえも屋台がたくさん出ます。本当にお祭りっぽくなるので、伏見稲荷で年越しというか大晦日だけじゃなくて初詣とかね来られる方結構おすすめですよ。さあ、この門の奥がさっき僕が JR 降りてすぐのところにあった門ですね。でこれが伏見稲荷の本殿への入り口になります。すごい立派です。これから大晦日なんで、大晦日にはねこの辺りにモニターがゴーンって設置されて、なんかすごいアナウンスがねなんかされてて、初詣こちらですみたいなアナウンスがされてて、でもこの辺がねもう人でごった返すんで、今結構この辺はね空いてるんですけど、もう年末年始はすごいことになりますから、ぜひぜひ年越しにいらしてください。京都での年越しも結構いいですよ。ということで一礼しまして中に入っていきます。これが伏見稲荷の本殿です。これも多分もう年末の準備ですね。これもここでなんかお守り打ったりとかいろいろしはるんですよ。もう年末の準備がどんどんされています。もう本当人減りましたね、だいぶ紅葉終わって、このチャンネル見ていただいている方は知ってるかもしれないんですけど、紅葉実はまだ終わってなくて、下鴨神社と京都御所はまだ全然終わってないんですけどね。なんか撮影禁止ですって。撮影禁止だって、やめとこう。撮影禁止だって。うわあれめっちゃ撮影したいのにダメなんだ。さあここはね、売店というか、そのお土産であったりとかおみくじがね売ってます。もう年末年始のね年越し初詣の時期はね、もう売店がこの1箇所だけで足りないんで、めちゃくちゃ増えますから。もみじも少しですけど残ってますね。
伏見稲荷には千本鳥居っていうのがありまして、この千本鳥居がねすごいんですよ。もう名前の通り、1000本くらい鳥居がある場所なんですけど、正確に言うと千本鳥居実は1000本じゃなくて何百本だったっけな、300か400ぐらいしかないんですよね。でもよく皆さんインスタグラムとかでもね流れてるんでご存知だと思います。で、千本鳥居はね24時間空いてますんで、夜中でも来ることができます。もうホラーみたいな感じですけどね、夜中にこう来るとめっちゃ怖いですけどこれが千本鳥居ですね。本当に鳥居がいっぱいあります。深夜にねここに来ると、深夜じゃなくても夜にここに来るとね、怖いんですけど、登り切った先にある夜景がねめっちゃ綺麗なんですよ。京都って結構夜のアクティビティが少ないんで、こういうところをね登っていただいて夜景をねカップルで見るとかいいんじゃないでしょうか。でも結構っていうのも、2、30分ぐらい登りますし、結構疲れるんで、ある程度覚悟はして来てください。Te dije, no me ve, te dije, veme. ¿Y ellos para qué lado? Yo no te veía. A la derecha dije. かっこいい。伏見稲荷にも黄色のもみじが残ってます。おそらくこれ1月初詣の時期にも残ってるんじゃないですか。これはめっちゃ綺麗です。めちゃめちゃ綺麗。途中のね夜景が綺麗なところまで登っていきましょうか。千本鳥居は右側通行です。もう見てもらったら分かるんですけど、ほんまに鳥居の数がすごいですよね。もう隙間なく敷き詰められてますから。ほら、上も見ましょうかね。隙間なく敷き詰められてますよ。もう結構ね身長高い人頭打つんで気をつけてください。これこういうね、このライトでね頭打つんですよ。僕身長184センチなんですけど、結構頭打ちます。でこんな感じでちょっと歩くと売店があったりします。わらび餅売ってたりとか、おみくじ売ってたりとか、いろいろしますよ。なんかご祈祷してもらってありますね。海外の方のために、説明しますと、日本のね寺社仏閣にはご祈祷というものがありまして、その寺社仏閣の方が、お祈りをしてくださると、なんか例えば健康に過ごせますようにとか、そういうねありがたいお祈りをしてくださるのがご祈祷っていう、なんて言ったらいいんでしょうか、ご祈祷です。
ここでもね、そのご祈祷が行われているということですね。ちょっと寄り道しましょう。エネルギーを感じますね、この木。すごい。根登りの松。一本の根が地表に持ち上がってきている形状から根登りの松と呼ばれているようです。確かに根っこが地表に出てますね。すごい、なんかご利益がありそうな気がします。この木は果たして生きているんでしょうか。ちなみにこういう鳥居はですね、ここに名前が書いてありますけど、お金を払ったら、お金を払ったらというか、寄付をねしたら自分の名前を彫った上で建ててもらえます。いつかね、このザ京都のねチャンネルもそんなことしたいですよね。さあ少し下っていきます。もう千本鳥居、もうてっぺんで終わりかと思われるかもしれないんですけど、千本鳥居はね、登って下って登って下ってを繰り返させられて、すごい登るのもね一苦労です。結構汗もかくんで、真冬にねダウンを着てこういうとこに来るとすごい汗かいちゃって、もうダウンをね脱いで登ってる人も結構よく見かけます。こんな感じで結構登ってる人がいるんですけど、どんどん数が減っていきます。脱落者がどんどん出てきますから、にぎわってるのはね本当に中間地点ぐらいまでです。Maubos yan, naubos. こっちがキロですが、僕はまだ登っていきます。だいたいこのポイントで、半分ぐらいが脱落者あります。No problem. 英語入れてましたかね、僕ちゃんと。ああいう時なんて言ったらいいんですかね。You are welcome でしょうか。僕なんか全然気にしんといてみたいなことをニュアンスでノープロブレムって言ったんですけど、合ってたんですかね。さあ、千本鳥居登ってる途中にね、いくつかトイレがあるんですけど、いくつかってここだけやったような気がするな。なんで僕の記憶ではこのトイレだけやったと思うんで、ここから先登る予定のある方はトイレで先に用を足しといた方がいいと思います。ここから先も結構長いですから。さあ
この辺りから木が増えてきて、あんま日光が入らなくなってくるんでね、結構日中でも暗く感じます。今がだいたい15時ぐらいですね。今年度がまだ5月まであるもんな。この辺り歩いてるとたまにね、猿とかも出てきます。やっぱ動物がね、野生の動物が出てくるんですけど、結構危ないんでね、あんま近づかないようにしてください。そんな頻繁に出てくるわけじゃないんで安心していただきたいんですけど、1回だけね、僕も人生で29年生きてきて結構僕伏見稲荷登ってるんですけど、1回だけ野生の動物に会ったことがありますね。何だったっけな、あれイノシシだったっけな、なんかにあった記憶があります。でもそんなに数が多くないのであんま覚えてませんけど、確かイノシシだった気がします。さあ、これはここに来ると、この右の道とね左の道に分かれますが、これ正解は左です。ここでもね、いろいろろうそくが売ってたりとかします。こんな感じで売ってますからね。ろうそくはこの後ろに立てることができます。あ、親切に書いてくれてます。ここから頂上まで片道40分、トイレとゴミ箱はありません。書いてありますから、皆さんここから先登る予定のある方はね、気をつけてください。あの看板があるおかげで、あるおかげと言っていいのかわかんないんですけど、あるせいでここから先を登る人はなかなかの勇気のある方です。かなり減ります、人が、人数が。ちょっとね、僕も言葉数がちょっと息が切れてきた。さっきの看板片道40分って書いてありましたけど、あれ本当の頂上まで40分なんですけど、夜景が見えるね、夜景が綺麗に見えるスポットがあるんですが、そこまでは40分もかかんないんで、15分20分ぐらいかな。なんで安心して登っていただければと思うんですけど、あんな看板があるとビビりますよね。これ今日中ですけど、夜に登ったことも実はあって、深夜にね、11時ぐらいかな、夜11時ぐらいにこの伏見稲荷登った
肝試し動画がね上がっちゃってます。それもね概要欄に貼っとくんで、ぜひぜひ見てください。これ暑い。今僕実はダウン着てきたんですけど、暑い。もう汗がすでに汗かいてきました。上流はあったよ。あ、それ日本人やったよ。俺がジョジョを見てた。そんな見るってくる。何部見てるの？3部。3部ね。つまりロータロンね。で、デス13。正解は右です。あ、そう夢のやつ。それいい。なんとなくや。急に登ってきて汗がめと思って、俺が半分って言ったのは多分ほんまに半分やと思う。 Once in a lifetime I've been a vegetarian for 8 years. まあいいや。最近食いすぎやし。ガキどもからバカまた、多分台湾の方でしょうか。中国語を喋ってる方はもう女性2人で支え合いながら登ってはりました。景色が綺麗なスポットまであとちょっとです。ほら見てください皆さん、もうダウン脱いで片手で持って降りてくる方もいます。ほらそんだけしんどいってことです。僕のこの息切れ聞いて皆さん察してください。みんな息切れしてる。足短いんで寿命が短い。来ましたよ。夜景と京都が一望できるスポット。めっちゃ綺麗。もうちょっと登ります。もうちょっと登るともっと綺麗に見えますから。あと2分ぐらいです。
最初の方ちゃんと喋れてたのに、はあ、暑い。だってそれはな、終点です。あとちょっと、あと10秒。じゃあ到着。皆さんいかがでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ちゃいますか。はあ、座りたい。よいしょ。この夜景、夜になった時の夜景は動画概要欄に貼ってある動画を見てください。 YouTube です。すみません。そんなこんなで今日の動画はこれで終わりたいと思います。ちょっとね、本当はこの上とかあるんですけど、頂上行くんやったらこっちやったかな。本当はね、頂上行くんやったらこっちなんですけど、まあ見ての通りすごい急なんですよ、ここから頂上までもまた。なんでね、ちょっと今日は頂上まで行くんは諦めて、ここで動画を終わりにしたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。コメントはぜひ母国語で書いてください。日本語じゃなくても大丈夫です。ちなみに今こっち側が下りやと思って歩いていた外国人がいますけど、こっち歩いてくるとこっちに出てきます。ぐるっと一周回って出てくることになるんで、皆さんこっちは下りじゃないですよ。気をつけてください。ということで今日の動画はこの京都の絶景を前にして終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。それではバイバーイ。